どうも大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone16 と15どっち買えばいいのかっていうところですね。はい。でついでに iPhone14 もねラインナップに今ありますので比較していきたいかなと思います。はい。結論的にはiPhone16 なんですけど、違いを分かった上でね買いたいかなっていう方も多いと思いますので比較したいと思います。まずiPhone16 の新機能的なところをサクッと見てから比較していきたいかなと思います。ラインナップ的にはこの16、15、14というプロモデルもね16 Pro も出てますので、そちらも気になるよって方は、前回の動画ですかね iPhone16 とあと15 Pro のね比較とかもしてますのでそちらもチェックしてもらえばなと思います。はい、ということでまずこの iPhone16 ですね簡単に見たいかなと思います。来るかな。おお、来た来た。はい。で、カメラは、縦型になりましたね。はい。で、予約が、今日撮ってるですね、9月13日午後9時からになっております。で、9月20日に発売でございます。Apple Intelligence 入りました。Apple の AI 機能。はい、iPhone に組み込まれてます。でカメラコントロールですね、はい、ここに新しいボタンが入って、カメラをこう簡単に起動できたりとかですね、ズームできたりとか機能が使えます。で A18 チップね新しいのいいの入ってます。で今回大きくね割と目に見えてって書いてあるけど進化しておりまして、あとカメラがですね僕はなったかな一応ね新しい超広角カメラになってますけど、ウルトラマリンカラーがですね、ピンクホワイトブラックっていう形で 6.1 インチと 6.7 インチですねプラスモデルも登場しております。違いはですねもう完全にバッテリー持ちと画面の大きさだけですかね。特にカメラがいいとかそういうのはないです。はい、で Apple Intelligence に関しては、年内英語公開予定にはなってますが、日本語に関しては来年以降、来年対応みたいな感じだったんで、そこまで今気にしなくてもいいかなっていうところでございます。こういった作文ツールで文章をですね、自動的に構成してくれたりとか AI が、あとこのフライトの例えばチェックインとか飛行機の時間が迫っているとかであればそういったメールを優先的に出してくれるとか、はい、文字起こしとかね自動でしてくれたりとか、あと画像生成とかですね、消しゴムマジックとかそういう感じかな、背景のものを消すとかっていうところではありますかね。ざっくりとしたところで言うと単英語しか使えないっていうところで、しかも年内っていうまだねはい、なんとも言えない感じなんだけど、で今回この、カメラコントロール入りましたので、ズームしたりとかね、まずカメラの起動とシャッター撮れます。もちろん撮影開始とかもねビデオもねできます。ズームですねコントロールが、指でこうスワイプとかしたらね、簡単にしやすくなってます。こう2回ポンポンって押すと、ズームとかこの、ボケ具合とかね、色味とかも変えれるのかなっていうところなんですけども、いやカメラがねすごいよね。超広角カメラが、F 値っていうものが下がってるんで暗いところでも明るくこう、綺麗に撮れるようにはなってるのかなと思います。なんで 0.5 倍、あとマクロ撮影できるようになったね。すごい近寄って被写体撮れるってやつです。で 0.5 倍、1倍2倍っていうところかな。はい、若干良くはなってますかね。解像度は、15と同じなんです。4800万画素。はい、で一応空間収録っていうのもできるようになってます。3D っていうのかな、空間みたいな感じの動画を見れると。ただこれ Apple Vision Pro ないとダメなんで、はい、これ60万ぐらいするんで、あんま関係ないでしょうと。はい、でオーディオミックスっていうところで、ビデオ内のこの声の聞こえ方っていうのがあって、オプションが3つあるみたいなんですけど、このフレーム内で聞こえるようにとかスタジオっぽくとかねシネマティックみたいにとか、なんかいろいろあるみたいなんですけども、周囲の音を全部捉えるのか、例えばその被写体喋ってる人にだけこう音をフォーカスするとかっていうのがなんか変えられるらしいんだよね。はい、これちょっと使ってみないと何とも言えないんですけども、そういったことできると。マイクもいいのが入ってるみたいです。はい、でフォトグラフィックね、写真の色味とかですね、このなんていうの雰囲気を変えれるってやつですね。このフォトグラフスタイルっていうのは前からあったんですけど、こうより使いやすくなってるのかなと思います。雰囲気をねこうカスタマイズして、これでいつも撮るみたいなことできるんでね設定できます。で A18 チップ今回新しいのがね、入りました。この16のモデルにもね。でかなり12とか、iPhone12 とか13あたりと比べるとかなり早いんじゃないかなと
思います。今まで1個前のチップがこの標準のね iPhone には入ってたんですけど、今回、ほとんどプロモデルと変わんない性能にはなってると思います。で今回一番大きいのは多分このバッテリーなのかなっていうところで、最大16で22時間、プラスだとさらにねすごいことになってますけども、あと、充電速度に関しても速くなってます。 25W 出るので、あと USB-C でもねどうやら45W ぐらい出るみたいです。どうやらスペック表には書いてないんだけど、なので iPhone15 と比べてもね伸びてるんで、割とこれはでかいのかなと思いますね。iPhone12 とかと比べたら5時間結構違うと思うこれは。デザインもね、カラーインフューズドガラス、基本的には15と同じような素材ですが、色味がね濃くなってるのかな。防水性能とか一緒ですけども、で一応ガラスがね、セラミックシールドってやつがここ入ってるんですが、これも新しくなってるみたいですね。第2世代かな。鮮やかになりましたね。薄めだったんだけど15は。でアクションボタンかな。15と違う点で言うと、15プロに入ってたんであれなんだけど、ここにいろんな機能を入れて使えるっていうものですかね。あんまり使わないけどね正直ねちょっと位置が悪いんだよね。左上にあるんで押しづらい感じですかね。iOS18 は同じです。衛星通信は15でも確かできたはずかな。はい。衝突事故検出とか、この辺は変わんないかなっていうところでございますので、さあどうするかなっていう、16プロもありますが、15はどうなのかっていうね、イエロー、グリーンとかピンクとかね、少し薄めでしたよね、色がね。価格は11万2800円ですので、1万円差ぐらいかな、2万円か、1万2000円差とかなので、ほとんど変わんないかなっていう。ダイナミックアイランドとかはね、変わってないですかね。基本的に前は変わってないのと、ズームとかもね、48メガピクセル、4800万画素とかも変わってないので、バッテリーかな、はい、USB-C も入ってますし、性能バッテリーが割と上がったのかなっていうところはあります。で一応14に関しては少し前のモデルにはなってるので、さっきのダイナミックアイランドは入ってないかなと、素材とかもね割と違いますね。カラーインシューズドガラスではないんで、少しテッカテカっていう感じかもしれない。サイズ感はそんな変わんないですけどね。バッテリーとか何が変わったんだろうなそうですね、衛星経由、衛星通信とか、そうだね、衝突事故検出とかこの14で入ってきのかなと思います。そうだね、なんか懐かしいねこの感じ。少し角張ってるのかな、まだね。でダイナミックアイランドは入ってないっていう感じで、カメラも12メガピクセルにはなってますかね。はい。で価格がね、9万5800円。一応まだ入ってはいいのかな、ストアの中に。こんな感じでございます。なんで色味は濃くなってるよね。で、15は薄いと薄いっていうのも分かんないあれだけど、14は割とどうなんだ、イエローはショッキングな感じだけど、若干やっぱ前のデザインかなっていうか、角張った感じはありますよね。でダイナミックアイランド入ってるの、価格があんま変わんないんで、16でいいかなっていうところはあるんですよね。やっぱ1万2000円しか変わんないんで、ただ3万円差あるんでね、どうなのかなっていうところはありますが、画面は一緒なんだけど、解像度とかは一緒です。で、素材感と、チップの違いとかはね。でカメラコントロールというのはさっきの iPhone16 のみですね。でカメラに関しても48メガピクセルになってます。15から4800万画素ですかね。超広角が綺麗になってるのかな。はい、14が12メガピクセルなんで1200万画素になって、そんなに変わんないかなっていう気がするんですけどね。でズームのオプションがね、これ結構違うかもね。1倍と2倍に取れるんで、1倍しかないんだよね、14までは。とダイナミックアイランドもあった方がやっぱ便利ですから、正直劇的に変わるわけじゃないけど、はい、再生時間は見よう。そうで端子はねやっぱライトニングなんで14はね、はい、USB-C は一緒かな、15、16は。フェイス ID はね全部同じでございます。で充電スピードも、一応 25W までは出るように、で多分 USB-C の有線も速いと思います。16の方が。で価格がね、悩ましいところですかね。そうなんでね、3万円差ぐらいなんでね、っていうところだよね。ここがね、どう取るかっていうところはありますね。14でも全然使えるしね、正直ね。ダイナミックアイランドで多分結構明るさがね違うんですよ。15と16は変わってないんだけど、結構ね違い感じると思いますね。14と特に15、16だと明るいってやっぱすごい見やすく感じます。綺麗に見える。で重さはねほぼ変わってない。本体の大きさもほとんどね変わらない。防水性能とかは一緒。はい。チップは違うけど、カメラはさっき見たんでいいか。やっぱ解像度のところ4800万画素。15は一緒だけどね、言ってもねと光学ズームが、2倍がないね、14はね。マクロ撮影ができるようになって、空間写真はいいか。で一応この反射防止レンズコーティングというのが入ってます。光を例えば撮った時に反射しづらい。夜のねなんか明かりとかねピーンってなっちゃう時だったんですけど、これがどこまで効くのかわかんないはい。
動画も基本的にはねそんなに変わんないです正直。マクロビデオ撮影が一応できるが、そんな変わらない。で風切り音とかやっぱそのオーディオですね、音の部分は良くなってる16は結構15と比べても。でフロントカメラね、インカメラに関してはこれなんとねずっと変わってないんですよ。なんか変わったとこあるか逆にってぐらいクイックタイムがなんか 4K 撮れる、ドルビービジョンでね撮れるけど、それぐらいじゃない変わってないっていうね、12メガピクセルで。多分来年かなここら辺は。はい、安全の機能とか入ってますが、一応ワイヤレスがですね Wi-Fi がこの Wi-Fi7 対応してます16はね。あとはでも15も Wi-Fi6 なのか、はい、っていうところですかね。スレッドネットワークテクノロジーはそんな気にしなくていいかなっていう。多分スマートフォームかなんかの、ね、対応のやつなんで、別にそんな気にしなくていいかなっていうところですね。大体一緒かなはい。ただ、Apple Intelligence 対応してるのはそうだね16だけなんで、ここら辺もどうしてもね、今使えないとはいえ、長い目で見たらいいですねやっぱ16の方がね。はい。でバッテリーがですね14と15は意外と変わってなかったなのでさらに伸びてます。いやこれでかいと思う。やっぱり16ここはね変わると思うので、バッテリー持ちいいですね。あと充電速度も速いというところと、もちろん14はライトニングですので16は良くなってるね、そういう意味では。はい。ライトニングねっていう感じでございました。はい。ということで皆さんいかがだったでしょうか。もし気になる点とかありましたらねコメントいただければなと思います。デザインはどれがいいですか。はい。結構この14の青ね、好きですけどね。ということで、まとめると、おすすめはやっぱり16です。当たり前なんだけど iPhone、16がおすすめですかね。やっぱり値段の差がねほとんどないっていうところ、1万2000円出せばもう、iPhone16 買えるので、15も落ちたとはいえほとんどね落ちたとはいえこの差だったらもう16買った方がいいだろうっていう、どう見てもそういう価格設定にしてるんだと思いますね正直ね。ただ14が9万5800円っていうのは若干お値打ち感はあるかな。ただiPhone10 ただ正直 iPhone13 とほとんど同じなんですよ iPhone13 と14ってね。なのでもし iPhone13 の方がコスパはいいと思いますね。ただApple Store では扱ってないので、ただ iPhone SE がですね、出るっていう噂もあるので、来年3月とかかもしれないんですけども、若干そこを待ってもいいかなっていう気もする。これ多分9万5800円のもうちょっと下ぐらいになると思うんですよね。多分8万円7万8万円ぐらいで出るんじゃないかっていう気もするので、もし待てるのであればですね、なんかそっちの方が良さそうな気はする。おそらくそちらは Apple インテリジェンスですね、対応すると思うので、ここのやっぱ対応の有無っていうのはありますね。来年以降じゃないと使えないとはいえやっぱ使えた方がいいとは思うんで、ところを考えるとやっぱ16一択なのかなという気はします。15と16もし悩んでいる方はですね、どうしてもやっぱカラーとかね見た目の好みはありますので、そこは全然直感で選んでいただいていいと思います。僕は16をおすすめしますっていうところですかね。なんで本当に普通に使えればいいやって方は14とかでもいいと思います。本当に iPhone13 とかでも、いいと思うので、同じなんでほぼいうところですかね。SE は一旦やめた方がいいと思うかな。あとねiPhone の、今のモデルで言うとですね、今こんな感じにはなってるのかな。一応プロとの比較はね前回の動画でやってますので、あと15プロとの比較もやってますんで、こちらをチェックしてもらえばなと思います。一応 SE が残ってるんだけど、これがおそらく来年3月に出て、Apple Intelligence ね搭載で、多分 A18 チップ iPhone16 と同じものが、カメラコントロールとは入らないと思いますが、なると思うので、見た目はほぼ iPhone14 みたいな感じになると思いますので、ちょっと画面サイズが小さくなるのか、どういう差別化をねしてくるのかわかんないんですけども、待ってもいいのかなっていう気がします。もし iPhone14 今買うんであればね、急いでないならですけど。はい、ということでございました。この動画少しでもためになったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。でもちろんiPhone16、16 Pro ですね、どっちも購入してレビューいたしますので、はい。お待ちください。気になる方はね、チャンネル登録して。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またね。いやーね、難しいね、この辺はね。iPhone16 がいいと思いますよ。値段変わんないし。15もいいけどね。15から買えるかって言われると、それはいいでしょう、買えなくて。どうせ Apple Intelligence も来年ぐらいになるだろうし、次でいいんじゃないですか。iPhone15 の人はせめて次か次ぐらい、次の次ぐらい。17、18ぐらいでいいんじゃない？ 14 は若干古いかなっていう今気はするが、普通に使う分にはね、全然、もちろん十分なんで。でもSE がね、
多分出ると思うんでね、もうこれね何年前のやつやねんっていうねね、ほぼ iPhone7 とか8とかと変わらないんで、それを今ね6万とかで売ってんじゃないこれ。結構今準備中になったわ。はい、ストアがあれだね。危ね、ちょうど動画撮り終えてよかったわ。はい、ということで予約をねやっていきたいかなと思います。準備中になった。これは大変だぜ。